やあ、久方ぶりですな。千葉純一様です。奥方様のご懇意にしておられる伯爵のご友人で、先日の夜会にもご出席くださっていました。だから言ったでしょ、またすぐに会えると。ゆり子さん、あの夜会はなかなか賑やかだったな。楽団に一流のコックに余興の芸妓に多くの使用人に随分と金もかかったことだろう。聞いてみなよ、そこの執事にこの家の状況をさ。姫様、こんな話は姫様にするべきではありませんけれど、これは姫様に深く関わることなのです。そうだ、ゆり子さん、あんたの問題だ。この家はもう持たん。遅かれ早かれ信頼限りになるだろうな。先祖伝来の土地を売り、株も売り、あちこちに借財までして返すあてもない。残るはこの屋敷とわずかな骨董品だけ。けれどそれらを金に換えたとしても借財はなくならない。そうだろ、君。残念ながら。つまりそういうことだ。借財は増える一方、背後は崖っぷち。そんな状況なのさ、この家は。これは失礼。手広く商売をやっているもんでね。どんな情報でも手に入らないものはない。いや、しかしまったく家族というやつはどうしようもないな。いくら貧乏しようとも当の本人たちは働きもせず優雅に怠惰に暮らしている。お上が甘やかしてきた結果だな。生活能力もないのに贅沢をしたがる無能な連中だ。救いようがないね。なぜだ。事実じゃないか。千葉様、まだ先代の殿様がお隠れになって間もないのです。どうか。ああ、そうか。そういえばあの夜の使者は子爵一人なのだったな。
芝様。ん？どうした？まさかおひいさんには言っていなかったのか？はい、姫様。そんなに絶望的な顔をするな、ゆり子さん。ゆり子さん、それは違う。姫様。俺が助けてやるよ。俺が金を出してやると言ってるんだ。これでも俺は名の知れた貿易商だ。泥臭い北海道の開拓事業から成り上がって戦争に乗じて船で嫌というほど儲けた。金だけはたんまりあるんだよ。どういうことだ？
利用するだって？人聞きの悪いことを。なるほど。やはりあなたはそこらの家族令嬢とは少し違うようだ。あの夜会でも日本刀を持ったならず者相手に啖呵を切って大したものだと思ったが、ますますあなたが欲しくなった。もちろんタダで金を出そうというんじゃない。条件がある。あんたが俺の花嫁になることだ、ゆり子さん。柴様、そういったお話はまず姫様ではなく。ああ、あの道楽者の若様か。いや、今は殿様なんだったが。まあどちらにしろいようがいまいが関係ないだろう。これは俺とゆり子さんの話だからな。しかしなんだ？俺がどんな人間だと思うんだ？そう言うだろうと思っていた。俺はあんたみたいな気の強い女が好きなんだよ。いずれその心を溶かして柔らかい体を支配するのが最高だ。高貴な姫の肌はさぞかし滑らかなんだろうな。柴様、どうかご無体な真似はおよしください。ま、後に取っておくか。いずれ散々好き放題にできるだろうからな。ああ、わかった。今は帰ってやる。そんなに可愛い顔するな。
じゃあな、おひいさん。お楽しみはこれからだ。姫様。おや、どうしたんだい、こんなところで。二人とも疲れた顔をしているじゃないか。タバコの匂いがするな。誰か来ていたのかい？殿様、ちょっとこちらへ。なんだい改まって。しかしその呼び方は本当にいただけないな。僕には全く似合わないよ。
まあ、そんなことがあったの。千葉さんがそんなことをね。確かに以前からあなたに興味を持っているようだったけれど。何しろあなたは年頃なのにめったに夜会に顔を出さないでしょ。他の方にも姫様に会ってみたいと言われたのは一度や二度じゃなくってよ。それであなたはどう思うの、ゆりさん。そうよ、あなたの結婚のお話ですからね。僕は反対だよ、ゆり子。可愛い妹をそんな卑しい男にやれるものか。まるでけだもののようなやつだ。金と引き換えに結婚だなんて。まあ、いきなり何を言うの、水人さん。藤田は婉曲的に説明しましたが、そういうことなんですよ、お母様。あの男ははっきりとそう言ったんだろう。なあ、藤田。はい、父様。あら、そうだったの。お金と引き換えにだなんて品のないこと。品のないでは済まされない話です。言語道断だ。僕は絶対に許さない。そうだろう。当たり前だ。そんなならず者と一緒になったらお前が不幸になるのは目に見えている。こんな縁談は話にもならない。まあお待ちなさい、あなたたち。これも一つの縁です。そう頭からダメと決めつけることはないわ。しかし確かにあの人は少し破天荒で粗野な部分があるかもしれないけれど立派な方よ。まだお若いのに一人で財を成したんですから。
少しはね。私の友人のお知り合いだったのよ。よく夜会にもお顔をお出しになって、家族ではないけれどご婦人方には大変な人気だったわ。そうよ。とても珍しいことね。いわゆる成金の殿方なんて私たちのような女には普通煙たがられますもの。なんというのかしら、そういうところがおとなしい男性ばかり見てきた家族の婦人には刺激的なのかもしれないわね。お金持ちになって社交界の仲間入りをしたいという成金たちは皆家族の真似をしますもの。けれど所詮生まれながらの品格はにじみ出てしまう。けれどあの方はそういったことをなさらない。どこへ行ってもご自分のやり方を恥じることもなく貫いていらっしゃる。もちろん眉を潜める人も多いわ。けれどそれ以上に柴さんの男性的な魅力に参ってしまう婦人も多いのよ。そうなの？今の成金というのは大抵そんなものですよ。優雅をご存じないんだわ。柴さんは聞いた話ではひどい貧乏から大変な苦労をしてここまで来たのだそうよ。私たちには想像もつかないお話だけれど、そんな風に生きてきたのではお金しか信じられなくなってしまうのも無理はないんじゃなくって。お母様！お母様はそんなにあの男のことばかり擁護して一体どういうおつもりなんだ？私はただ事実を言っているだけよ。それではお母様は家のために百合子に身を売れとおっしゃるんですか？水人さん、あなたらしくもない。落ち着きなさい。これが落ち着いていられますか？なんてことだ。娘と家を計りにかけるなんて。こんな家どうなったっていいじゃありませんか。こんな家？こんな家ですって？もう一度おっしゃい、水人さん。許しませんよ。こんな家とは何ですか？仮にも当主であるあなたがこの家を軽んじるなんて。言いましょう。何回だってね。
家だのしきたりだのに縛られて、したいこともできない、言いたいことも言えない、そんな仮名などまっぴらですよ。僕が家のために絵をやめなければならなかったことは仕方がない。けれど百合子をそんな男のもとに嫁がせることだけは反対です。娘一人の人生ですよ。それを金で売れというのですか。考えるだけでおぞましい。そんなことでしか保てない家ならば消えてしまえばいい。家が何だと言うんです。身分が何だと言うんです。人間そのものが幸せに生きられないのならば、そんなものは捨ててしまえばいいんです。なんということ。旦那様、この家はおしまいです。なんという恥知らずな、恐ろしい。奥方様。